サスペンションフレームを分解していきます。便宜上このボルトの部分を上、下、真ん中と故障したいと思います。見たところ圧入されているベアリングに損傷などは見られません。最初から挟まっているこのスプリングワッシャーとフラットワッシャーは取り除いてしまいます。その代わりにベアリングを動作させるワッシャーを入れていきたいと思います。それがこのようなワッシャーです。内径が 10.5mm、外径が 14mm、厚さが 1mm 以下のものです。このワッシャーをベアリングに使用していくことで、ベアリングの動作を妨げることなく固定することが可能になるのです。上と下のベアリングには調整も含めて4枚から6枚を使用します。真ん中のボルトについても修正していきたいと思います。現状ではこの裏のピンの頭が内側のインナーフェンダーに当たってしまうという問題があります。サスペンションが稼働することで内部に飛び出したベアリングの軸の頭がインナーフェンダーに接触してしまいます。ベアリングの軸の頭の飛び出しを防止するためにフラットワッシャーが使用されていたと思われますが、そのフラットワッシャーによってベアリングの稼働が妨げられてしまいます。ボルトを取り外していきます。その際に間に挟まっているフラットワッシャーは取り外してしまいます。内側から止まっているベアリングのピンを外側から刺します。またその際にベアリングの軸から飛び出してしまうことを防ぐためにワッシャーを2枚使用します。ベアリングの軸を外側から差し込みます。ベアリングとベアリングの間にもワッシャーを1枚使用します。留めネジは元から使用していたものを使用するのではなく、この極低等ボルト M8 の長さ 15mm のものを使用したいと思います。これによってボルトの頭が内側のインナーフェンダーを擦るということはなくなります。ベアリングの動作はスムーズで、またベアリング自体も自由に動くことができます。この状態で再度設置していきたいと思います。ここで先ほどの余ったスプリングワッシャーとフラットワッシャーを再利用したいと思います。このスプリングワッシャーを使用した部分はネジをあまり締めすぎないでください。締めすぎてしまうとスライダーの稼働が
悪くなります。本来でしたらちゃんと閉めた状態で稼働することが一番いいのですが、この設計の構成上ではちょっと無理なようですね。軽く締めることになるわけですが、スプリングワッシャーを使用していますので、ネジが緩むことに関しては多少改善されます。反対側もワッシャーで調整してスムーズに動くことを確認したら、サスペンションを戻していくわけですが、サスペンションを挟み込むので、あまりワッシャーを使いすぎるとサスペンションが挟み込めなくなったり、スライダーの動きが悪くなります。このサスペンション本体をフレームに挟み込むことによって、フレームが外側に広げられるため、またこれによってもスライダーの動きが悪くなります。ですので、ここの間隔を測っておきましょう。だいたい45ミリ程度あればサスペンションをうまく挟み込むことができます。サスペンションを上部から取り付けてスライダーの稼働を確認します。上部にサスペンションを設置した状態でもスライダーは自重で落下します。このようにサスペンションを取り付けてもスライダーが稼働しているので、これで調整は完了です。ここから元の状態に組み直していきたいと思います。コードの防水加工には耳栓用の防水粘土を使用してみたいと思います。効果のほどは定かではありませんが、次回以降の組み立てが簡単になります。マッドガードは依然壊れやすい状態になっていますが、このような形で修理を行っています。この部分のヒートンは側面の脱落を防止するために設置しています。マッドガードが壊れやすい原因として、この先端がこのように内側に入り込んでしまうことが大きな要因なのですが、それを防止するために落ち込まないようなヒートンを設置しました。これにより先端が内側に落ち込みにくくなるため、強固に固定することができます。空気を抜いた状態でもこの段階でスムーズな気がします。以前よりも間違いなくバネ感がアップしてますね。感触は良くなっていると感じます。バネのような感覚が以前より分かりやすくなっています。効果はあると思いますね。やっぱりかなり違う
ように感じられます。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。荒井住吉でした。